またつかなくなりました。おはようございます。アストロタイガー改造機の細です。今日は軽キャンのインディ727のハイマウントストップランプについてです。前の動画でポップアップルーフの生地を取り外しましたが、配線を確認するときに気づいたのですが、ハイマウントストップランプが半分つかなくなっていました。前の動画で車検整備で8000円かけてこちらのハイマウントストップランプ直していただいたのですが、またつかなくなりました。実は前の動画でアップしてますが、マッシュのハイマウントストップランプもつかなくなり交換しましたが、こちらインディ727についているストップランプの種類がマッシュでつかなくなったハイマウントストップランプと同じタイプです。ということで、マッシュと同じようにハイマウントストップランプを交換したいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。端の黒い部品を外します。黒い部品を外すと奥にネジの頭が見えるので、ネジを2本取り外します。ストップランプと車体の間に内張り剥がしを差し込んで取り外します。配線のギボシ端子を外します。配線の穴を広げたいので、天井のパネルを少し外して一旦配線を抜いておきます。前回の動画にアップした通り、今はポップアップルーフの生地がない状態です。最後急に閉まるのでちょっとびっくり。こちらのハイマウントストップランプですが、後ろ少し出っ張ってます。この出っ張り分穴を開けないといけません。こちらの工具で穴を広げていきたいと思います。何度も合わせながら少しずつ穴を広げています。FRP の厚みがあり、手前は入るのですが奥が入りません。刃を斜めに当てながら奥を広げていきます。ストップランプが入りました。新しいハイマウントストップランプをネジ止めするため、下穴を開けます。まずはマジックインキで穴の中心に印を書きます。ドリルで下穴を開けていきます。もう一度配線を通し直します。ポップアップルーフは途中で止まってくれません。作業しやすいように角材を挟んで止めておきます。ダイソーで買ったアルミの針金を通して配線を引っ掛け引っ張り出します。
母子端子が引っかかって穴を通らないので、ラジペンで挟んで引っ張り出します。新しいハイマウントストップランプに配線をつないでテストします。ここまでテストするのを忘れてましたが、皆さんは穴を開ける前にテストしてください。ハイマウントストップランプの配線にはギボシの加工済みです。問題なく点灯しました。やったね。穴から雨水が入らないように防水のためにコーキングします。コーキング剤を塗る前に周りが汚れないようにマスキングしておきます。黒のシーリング剤を穴とハイマウントストップランプの上の隙間を埋めるように塗っておきます。ハイマウントストップランプを取り付けます。ネジ止めしていきます。再度点灯の確認しています。周りについてしまったコーキング剤を拭いておきます。皆さんはもっと広くマスキングしてください。さらに少しコーキング剤を足しておきます。上は見えないところなのですが、納得がいかなくて何度もやり直してます。マスキングテープを剥がします。シリコン筆で周りを拭いておきます。はい。ケイキャンインディ727のハイマウントストップランプがつかなかったので LED ランプ交換しました。これで次の車検も問題ないと思います。今回はハイマウントストップランプの交換についてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。そういえば中のロック戻さないといけませんね。中のロック忘れてましたが、取り付けておきたいと思います。